どうもー、こんにちは。春は新作の季節ということで、毎年この時期はワクワクが止まらないんですが、2024年、今年はですね、例年以上に楽しみな要素が多い年なんですよね。だからもう楽しみすぎて夜眠れなくてまあとにかくですね、なんで今年の新作が注目なのかというとですね、いくつか理由があるんですが、なんといってもパテックフィリップの新コレクションが発表されるだろうということなんですよね。これがどういうことかというとですね、パテックフィリップの社長さんが2023年にブルームバーグのインタビューを受けている記事があってですね、それがパテックフィリップ was planning rollout of first new watch in 24 years っていうものなんですね。で、そこで社長さんは何て言ってるかというとですね、パテックフィリップはほぼ四半世紀ぶりに新しいモデルラインを間もなく発表します。これは家族経営のスイス時計メーカーの当主がいつか最も望ましい時計と競合できると期待している新鮮な製品です。イエリー・スターン社長は新モデルラインは今年後半か全ての最終要素が整い次第来年発表される予定だと述べたってことなんですよね。このインタビューはホディンキーの記事で知ったんですが、ホディンキーによると Watches and Wonders でスターン社長はデザインは完成しており、プロトタイプの準備もできています。それを本当に気に入っていますって言ってるらしいですね。それで2023年に発表されなかったので、2024年に確実に新コレクションが発表されると、そういうことのようですね。いや、でけえちなみにですね、25年前にどのラインが発表されたのかなと思って調べてみたんですが、24でしたね。へー、なんつって。というわけで、超絶期待の新コレクションなわけですが、一体どんな時計が発表されるんでしょうね。軽くググってみましたが、特に情報は出てなくてですね、リークみたいなのがあるのかは知らないですが、楽しみにしておきたいので見てはおりませんが、軽めに予想はしてみたいと思います。まずですね、前提パテックフィリップにおけるコレクションってどんなのがあるのかを見てみますと、グランドコンプリケーション、カラットラバー、ゴンドーロ、ゴールデンエリプス、ノーチラス、アクアノート、24、あとは懐中時計ですね。これ以上何を増やすんでしょうね。コレクションとしてはかなりの範囲をカバーしている気がしますが、というわけなんですが、じゃあまずはおそらく多くの方が望んでいるであろうスポーツ系のモデルが来るかどうかっていうところなんですが、これはですね、正直ないなと思っています。というのも2022年の The New York Times 紙の記事で Patek Philippe's Nautilus turns to white gold というものがあるんですが、内容的にはノーチラスがホワイトゴールド製で登場してステンレス製のノーチラスから移行する的なことが書いてありまして、その中にですね、He also expressed a desire 同氏はまた過去5年以上にわたって時計業界の覇権を維持してきたロレックス・デイトナやオーデマ・ピゲ、ロイヤル・オークなどのスチール製スポーツウォッチの集団から抜け出したいという願望も表明したって書いてあるんですよね。パテックフィリップってここ数年ノーチラスがめちゃくちゃヒットしてましたけど、ロレックスとかオーデマ・ピゲみたいなスポーツモデルの激推しはしていないですよね。これを読んでやはりゴールドのモデルを中心にしていくという雰囲気を感じましたね。ただもし仮にスポーツモデルがあるとすれば、ノーチラスのステンレスモデルが出ないというのが一つ布石になっていて、というケースでしょうか。いや、ないか。アクアノートがその辺の役割を担っていきそうなので、パテックのスポーツモデルのエントリーがアクアノートでステンレスがありますよ、その上位にノーチラスがゴールドモデルでありますよみたいなことだと思うので、スポーツ系はないんじゃないかと思いますね。じゃあ他にどういうのがあるのかと考えますと、最近パテック以外の3大ブランドが出した新しいコレクションって何かというと、オーデマ・ピゲのコード1159とバシュロンの56ですよね。この流れを組んで、いわゆるインフォーマルとかデイリーラグジュアリー路線の新コレクションを出すという考え。これはですね、仮にそういう時計を作るとしても、デザイン的な角度から考えるとラウンド型であればカラトラバじゃねってなって、新コレクションとしては出さないと思うんですよね。
というか、カラトラバの定義が広すぎて、5226みたいなめちゃくちゃスポーティーな顔のものもカラトラバなので、やっぱりラウンド型のやつは新コレクションにはならないと思うんですよね。ってなると、ケースの形はラウンド以外かなと思っていたらですね、これまたホディンキーなんですけど、2022年にスターン社長にインタビューした記事がありまして、今他にどんなブランドが好きですかって社長さんに聞いてるんですよね。で、これすごく興味深くて、パテックフィリップのトップが好きな時計気になると思って読んだらですね、例えばジャガールコルトのレベルソはずっと好きでした。自分も作ってみたいと思っていました。美術館にパテックのレベルソがあるんですよ。私自身のレベルソを作ってみたいと思いました。でもこれは彼らのスタイルであり、そういうものなのです。私はそれを受け入れなければならないのです。っておっしゃってるんですよね。レベルソを作ってみたかったんですね。って思いましてね。でもまあこれはジャガールコルトのスタイルなのでって言ってるので、単純にいかにもレベルソってものではないと思いますが、なんとなくレベルソ的な要素が入ったと言いますか、パテックフィリップ流にレベルソを解釈したものが出てきてもおかしくはないですよね。ちなみになんですが、パテックの角型といったら名機キャリバー990ですよね。個人的な希望ですが、シースルーバックでキャリバー990みたいなシンプルで美しい手巻きムーブメントが載っていると嬉しいんですけどね。はい。ということで、私はレクタンギュラーの時計が出ると大予想します。いやー、ゴンドーロがあるやんけって皆さん思いますよね。はい、私も思いました。でも、よくよく公式ホームページを見たらですね、今のゴンドーロってレディース用の時計しかないんですよね。いや、これ確実に布石やろ。これガチであるぞってちょっと思っちゃいましたね。皆さんこの予想当たったらこの動画を引き合いに出してこちとけすげーって褒めたたいてください。外れたら、スルーしてください。はい。それでですね、2024年はこれだけじゃないんですよね。もう一つ注目のブランドがありまして、ランゲ&ゾーネですよね。今年がですね、ランゲ復活から30周年にあたるということで、こちらもどんな時計が出てくるか楽しみですね。これもまたホディンキーからで恐縮ですが、ホディンキーの方はアーケードが復活してほしい的なことを書いてましたね。また格が高いって思ったんですが、確かにランゲもコレクション見るとラウンド型しかないんですよね。意外にアーケードもあるかもしれませんね。で、30周年記念ということで何か記念モデルが来ると思うんですが、それも楽しみですよね。じゃあ前回はどうだったのかということで25周年のものを見てみましたら、ホワイトゴールドと青の針、インデックスのものがいろんなモデルで出ていますね。だから今回も同じようにいろんなモデルで30周年アニバーサリーモデルが出るんじゃないかと思いますが、ただですね、ランゲ1の25周年モデルのページを見たら250本の限定版ってあったので、まあ今回の30周年記念モデル、どういう形かはわかりませんが、きっと300本限定なんでしょうね。ちなみに私が記念モデルで出てほしいなと思ったのは、ズバリハニーゴールドのランゲ1。いや、ハニーゴールドめちゃくちゃ綺麗ですよね。ハニーゴールドのランゲ1出ないかなと思っていたらですね、2015年に出てるんですよね。出てるんかいって思ったんですが、どうやら20個の限定らしいんですね。いやー、これは残念ですね。まあ、出ても買えないんですけどね。あとはですね、今年動向が気になるブランドがショパールなんですね。もう何回も他の動画で言ってますけど、去年復活した LUC1860。これの色違い出ないかなって期待してるんですよね。色違いが来るなら今年ありそうな気がするんですが、ただですね、このモデル、いかんせん生産本数が少ないので、そんなにカラーバリエーションを増やすのかなという疑問もあるので、正直あまり期待しないで待ちたいと思います。はい。まあ、あとは EWC のポルトギーゼが85周年だったり、サントスが120周年らしいので、その辺も何か動きがあれば楽しみではありますね。はい。ということで、今回は今年新作が楽しみな時計の話でした。いろいろ触れてみましたが、やっぱりパテックの新コレクションがどんなものになるのかが一番注目しているところですね。予想が当たっていればいいんですがね。ということで、今回はこの辺で。それでは、みんな、あったかくして寝ろよ。実は今回のネタ、最初はこのおまけ枠でパテックのことだけさらっとやってみようと思っていたんですよね。
でも最近時計雑談始めたので、せっかくだからそっちでやろうって準備を始めたんですよ。ところが、いざ喋ることまとめたら結構ボリュームが出てきて、しかもランゲとかも入れようかってなったので、雑談にするのをやめてしまいました。内容的には本当は雑談なんですけどね。という言い訳です。はい。次回はもっとちゃんとしたやつを作りたいと思います。できればですけどね。はい。それでは。